皆さんこんにちは。日本語教師のココナです。皆さん、ペット、犬や猫を飼っていますか？飼ったことがありますか？犬や猫が好きですか？ペットの言葉についての動画を作ったのですが、見ていただけましたでしょうか？今回はそこで紹介した言葉をたくさん使って、私の犬と猫の思い出をお話ししていきます。皆さんは犬派ですか？猫派ですか？犬と猫、どちらが好きかを聞くときに犬派、猫派という言葉をよく使います。私は動画でサムライキャットジョバのキャラクターを使っていることからわかる通り、猫派です。猫が大好きです。猫のことは後でじっくりお話しするとして、まずは犬についてお話しします。犬が好きな方は多いと思いますが、私は子供の時は犬が苦手でした。どうしてそうなったかというと、小学1年生、7歳ぐらいの時、学校から家に一人で帰る途中で大型犬、大きい犬に追いかけられたことがきっかけです。吠えられたり、噛まれたりはしませんでした。追いかけられただけですが、7歳で体が小さいので、大型犬に追いかけられるのは大人が馬に追いかけられるような感じです。とても怖くて、それがきっかけで犬が苦手になってしまいました。それともう一つ、これも小学生の時の話ですが、近所で犬を飼っている家に猛犬注意という看板が貼ってありました。猛犬というのは性質が荒い犬のことです。飼い主は知らない人がその犬を触ろうとして吠えられたり噛まれたりしないよう気をつけてくださいねという意味でその看板を貼っていました。その看板には怖い犬がワンワン吠えている絵が描いてあって、毎日それを見て投稿していたので、犬は怖いというイメージがついてしまったと思います。ということで、私は子供の時は犬が苦手でした。でも大人になって犬を触れるようになり、今はとても可愛いと思っています。特に飼い主さんと散歩をしている嬉しそうな犬を見るのが好きです。散歩中のワンちゃんを見ると、私も犬の散歩をしてみたいなという気持ちになります。私は犬を飼ったことがないので、友達が飼っている犬について話します。犬種はダックスフンドです。ダックスフンドといえば、足が短くて可愛いですよね。その犬は家の中で飼われていて、全然外に行きたがらない珍しい犬です。大体の犬が散歩が大好きで、散歩に行きたがると思うのですが、その犬は全然行きたがりません。でも運動しないといけないので、いやいや散歩に連れて行っても歩くのをやめるので、抱っこしないといけないと友達は言っていました。とても人懐っこい犬で、私が家に行くとすぐ寄ってきてくれます。頭を撫でると尻尾を振って喜んでくれるので、とても可愛いです。吠えたり噛んだりしないいい子です。ここで犬の性格について、ペットの言葉の動画の中で犬と猫の性格について話しました。先ほど言った人懐っこい、いい子やその他にも賢い、お利口さん、甘えん坊などを紹介しました。ペットの言葉の動画を作るために YouTube で飼い犬の紹介動画をたくさん見たのですが、その中でよく出てきた犬の性格の言葉は何だと思いますか？それはやんちゃです。やんちゃとは子供がわがまま、勝手な振る舞いをすることです。活発でいたずらが好き、大人の言うことを聞かない子供のことです。これを犬にもよく使います。とにかく元気でよく走り回ったり動いたりして飼い主にいたずらをするようなワンちゃんのことです。なんとなくイメージがつきますか？次によく出てきた言葉はやきもち焼きです。これは嫉妬深いことです。まず、やきもちを焼くというのは嫉妬する。
自分より優れたものを恨んだり妬んだりすることです。いいな、ずるいと思うことです。また自分が愛する人の心が他に向くのを恨み憎むことです。ですから飼い犬がやきもち焼きというのは、飼い主の愛が自分以外に向いているのが嫌だと思っている犬のことです。例えば飼い犬が複数2匹以上いて、飼い主がある1匹を可愛がって撫でたり遊んであげたりしていると、やきもち焼きの犬はそれを見て、そいつじゃなくて僕を撫でろ、僕と遊べと邪魔してくるような感じです。これもなんとなくイメージがつくのではないでしょうか。やんちゃなワンちゃん、やきもち焼きのワンコ、どちらも可愛いですよね。皆さんの飼っているワンちゃんはどんな性格ですか？では次は猫について話します。最初に言いましたが、私は猫が大好きです。以前猫を1匹飼っていました。種類はアメリカンショートヘアです。オス、男の子です。性格は自由気ままな性格でした。あまり甘えん坊ではなくて、自分のペースで過ごしていました。そんな猫ちゃんはいつもは寄ってきませんが、唯一甘えてくる時があります。それは缶詰を開ける音を聞いた時です。食べるのが大好きな猫ちゃんだったので、缶詰を開ける音を聞くとニャーと普段出さない甘えた声を出して寄ってきます。そして私の足にスリスリして甘えてきます。スリスリするというのは猫用語で、頭や頬、体全体を飼い主の足や家具にこすりつけることです。いつもはクールな猫ちゃんだったので、スリスリされるととても嬉しかったです。食べ物の話ですが、食事にお刺身があるときは少し猫ちゃんにもあげていました。お刺身の中ではマグロが一番好きで、マグロをあげるととても喜んで食べていました。毎日缶詰やお刺身をあげていたわけではなくて、普段は普通のキャットフード、固形の硬い餌をあげていました。これを猫用語でカリカリと言います。缶詰やお刺身の美味しさを知ったら、カリカリを食べなくなってしまって大変な時もありました。ちなみにカリカリは硬いもの、乾いたものを噛む時に出る音を表すオノマトペです。薄いベーコンを焼いたらカリカリのベーコン、硬い梅干しをカリカリ梅などと言います。皆さんの猫はシャワーが好きですか？私の猫ちゃんはシャワーが大嫌いでした。あと爪を切られるのも嫌いで、いつもシャワーをするのと爪を切るときは大変でした。嫌なことをされるとニャーと攻撃態勢に入って私の手を噛もうとしてくるので、噛まれないようになんとか素早くシャワーや爪切りを済ませるようにしていました。他に困ったことといえば、私がパソコンで作業をしているとパソコンの上に乗ってくることです。これは猫ちゃんあるあるですよね。パソコンは暖かいので、よくキーボードの上に乗ってくつろいでいました。そうすると私は作業ができなくなって困りました。でもそのままにして頭を撫でてゴロゴロ喉を鳴らすのを見るのが好きでした。猫は見ているだけで本当に癒されます。このようにいろんな楽しい思い出がある猫ちゃんなんですが、数年前に亡くなってしまいました。ペットを飼っている方はみんな同じ気持ちだと思いますが、ペットは家族の一員ですよね。亡くなった時は本当に悲しかったです。涙が止まらなくて、何かにつけて思い出して悲しくなり、数ヶ月立ち直れませんでした。数年経ち、今でも寂しいですが、時々写真を見て可愛かったなぁと思い出しています。嬉しいのは夢に出てきてくれることです。この前は猫ちゃんが部屋の中を走り回って、寝ている私の体の上にジャンプしてくる夢を見ました。夢の中で会えるのは嬉しいです。さて、最近友達が猫を飼い始めたので見に行ったのですが、私の猫ちゃんと性格が全く違ってびっくりしました。
その猫は甘えん坊で、構ってくれと言っているみたいににゃーっと鳴いてどこでもついてきます。一番びっくりしたのは耳を舐められたことです。友達の話では毎晩寝るときに人の耳を舐めながらゴロゴロ喉を鳴らしてリラックスしているそうです。私の猫ちゃんは一度も耳を舐めてきたことはなかったので、そんな猫ちゃんもいるのかとびっくりしました。他にもいろいろ違うことがあって、猫によって全然違って面白いなぁと思いました。さあ、今回は犬と猫についてお話ししました。皆さんも犬や猫について話したくなったのではないでしょうか。ぜひコメント欄でどんなペットを飼っているか、どんな性格か、飼っていなくてもどんな犬や猫が好きかなど教えてください。犬や猫の話をするとき、どんな文法を使ったらいいでしょう。今回私は受け身をよく使いました。吠えられる、噛まれる、追いかけられる、スリスリされるなどです。私が主語で、私は犬や猫に何々される、れる、られるという文法をよく使いました。よければこれを意識してもう一回このポッドキャストを聞いてみてください。最後に、私の将来の夢は犬1匹と猫2匹を飼うことです。犬の散歩にも行きたいし、猫に癒されたいからです。猫は仲間がいるように2匹飼いたいです。あと、犬と猫が仲良くしている動画を見るといいなぁと思うので、犬と猫一緒に飼いたいです。今はペット禁止のマンションに住んでいるし、余裕もないので飼えませんが、おばあさんになったらこの夢を叶えたいです。皆さんはどうですか？犬や猫だけでなく、うさぎ、カメ、インコ、ハムスターなど飼ってみたい動物はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後までお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。